ゴールデンウィークやお盆など、家族が久しぶりに集まる楽しい連休のひととき、もし実家へ顔を出した子供から、実は結婚しようと思っているんだ、そろそろマイホームを買おうと思うと、そんな嬉しい報告を受けたら、あなたはどう感じますか？親としてはこれほど喜ばしいことはありません。今までよく頑張ったな。これからお金もかかるだろうから、頭金くらい出してやろう。結婚式の費用、少し援助してあげようか。そんな風に、ついつい財布の紐が緩み、親心から資金援助を申し出たくなるのは、ごく自然な感情です。しかし、もしあなたが今、退職金や老後の貯金を取り崩して、数百万単位のまとまった現金を子供に渡そうとしているなら、少しだけ冷静になって、この動画を最後まで見てください。なぜなら、その良かれと思った親心が、将来、あなた自身の老後資金を大きく削り、結果的に親子とも苦しくなる悲劇を引き起こす、恐ろしい引き金になるかもしれないからです。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けするお話は、子供の結婚、マイホーム援助で、親の老後資金が消える残酷な罠についてです。私たち50代60代にとって、子供の人生の晴れ舞台を応援したいという気持ちは、理屈ではなく、純粋な愛情です。自分が若い頃、家を買う時や結婚する時に苦労したからこそ、自分の子供には、なるべく金銭的な苦労をさせたくない。そう考えるのは、親として当然のことでしょう。さらに言えば、相手の親御さんが援助をしてくれると聞けば、うちだけ出さないわけにはいかないと、少し見栄を張ってしまいたくなる気持ちも、痛いほどよくわかります。しかし、これからの長い老後生活を冷静に見据えたとき、退職金や貯金から大金を一気に手放すという行為は、家計のセーフティネットを自ら弱める、非常に危険な選択になりかねません。なぜ、優しくて子供思いの親ほど、老後の資金不足に陥りやすいのか。そして、なぜ私たちはお祝い事だからという言葉を前にすると、合理的な金銭感覚を失ってしまうのでしょうか。今日は、一時的なお祝いムードを一旦横に置き、手元資金の減少というリアルな数字の視点から、資金援助の裏側に隠されたリスクを解き明かしていきます。動画の前半では、子供に大金を渡すことで発生する見えない恐怖を、具体的なシミュレーションを交えながら解説します。そして後半では、親の老後資金をしっかり守りつつ、本当の意味で子供の未来を助けるための大人の援助の形をご提案し、最後には重要なポイントをしっかりまとめておさらいします。あなたとあなたの家族が将来お金のことでいがみ合わないために、どうか最後まで一緒に確認していきましょう。まず最初に、私たち親が陥りがちな最大の勘違い。まだ退職金や貯金があるから、数百万くらいなら大丈夫という罠についてお話しします。子供のマイホームの当て間金や結婚費用として、仮に500万円を援助したとしましょう。手元にはまだ1500万円の貯金が残っているから、老後もなんとかなるだろう。そのように考える人は非常に多いです。しかし、老後の家計において最も重要なのは、資産の総額ではありません。いざという時に、すぐ使える現金が手元にあるかどうかなのです。これを難しい言葉で現金の流動性と呼びますが、要するに、想定外の出費が起きた時に、すぐ使える命綱となる現金のことです。老後というのは、私たちが想像している以上に、予測不可能な出費の連続です。退職金や貯金から500万円という大金が消えた後、あなたたち夫婦に思いがけない病気が見つかったり、保険適用外の高度な治療を選択しなければならなくなった時、あるいは、築年数の経った自宅の屋根や外壁の大規模な修繕が必要になった時、さらに数年後、足腰が弱り、有料老人ホームへの入居を検討した時、手元にすぐ動かせる数百万円の現金がなければ、どうなるでしょうか。治療の選択肢は狭まり、家は雨漏りし、希望する施設には入れないかもしれません。
例えば、500万円を子供に援助した後、夫婦どちらかが入院して医療費がかさみ、さらに自宅の給湯器や屋根の修繕が重なれば、数十万、数百万円という出費は、驚くほどあっという間です。老後の支出は、一つ一つは想定できても、それが同じ時期に重なることまでは、なかなか読めません。だからこそ、まとまった現金を一度に減らすことが危険なのです。ここで、こう思う方もいるかもしれません。うちは500万円も出さない。100万円か200万円くらいなら大丈夫だと。しかし問題の本質は、金額の代償だけではありません。お祝いムードの中で、本来なら老後のために残しておくべき現金を、感情で切り崩す癖がついてしまうこと、そこに最大の危険があるのです。あの時のお金があれば、もっと違う選択ができたのに、そう後悔しても、一度手放した現金は二度と戻ってきません。お祝い事という名目で、自分たちの命綱である手元の現金を、一気に減らしてしまうことの本当の恐ろしさを、まずは直視する必要があります。二つ目のポイントは、親心という美しい感情の裏にある罠です。なぜ、多くの親は自分の老後に不安を抱えながらも、無理をしてまで子供に大金を出してしまうのでしょうか。ここには、親ならではの心理の罠が深く関わっています。一つは、自分が苦労したから、子供に和楽をさせたいという自己犠牲の精神です。親の愛情としては非常に美しいですが、お金の計算において感情は時に目を曇らせます。親な自分が我慢すればいいだけだという自己犠牲は、マネープランの観点から見れば、単なるリスクの先送りに過ぎません。そしてもう一つ、見逃せないのが無意識の比較と世間体です。今の時代、親が住宅購入の頭金を援助するのは普通らしい。相手のご両親が300万出してくれるのに、うちが出さないと肩荷が狭い。こうした世間の平均や相手の家との比較によって、本来出す予定のなかったお金まで無理をして捻出してしまうケースが後を絶ちません。しかし、残酷な事実をお伝えします。平均的な家庭や相手のご両親があなたの老後を保証してくれるわけではありません。他人がいくら出そうと、あなたの家計には全く関係のないことです。頭金くらい出してやるのが親の務めだという思い込みが、本当にあなたの老後資金を削ってまで優先すべきことなのか。お祝いムードの熱気から一歩引いて、冷静に問い直す必要があります。そして三つ目にお伝えしたいのが、この問題の中で最も悲惨な結末。親な優しさが、結果的に親子とも苦しくなる逆転現象についてです。子供に援助をして、立派な家が建ちました。子供夫婦からはお父さん、お母さん、本当にありがとうと深く感謝されるでしょう。しかし、そこから10年後、15年後に、全く別の現実が待っていることがあります。親が70代後半から80代になり、本格的な介護が必要になったとします。しかし、かつて子供に大金を援助したせいで、親の手元の現金はすでに激減しています。年金だけでは生活費や施設の費用を賄いきれない。その時、親はどうするでしょうか。結局、経済的に自立しているはずの子供に対して、実はお金が足りなくて、少し援助してくれないかと、頼まざるを得ない状況に陥ってしまう可能性があります。その時、子供夫婦はどういう状況でしょうか。40代から50代になり、まさにあなたから援助を受けてた出た家の住宅ローンの返済と、自分の子供、つまりあなたにとっての孫の教育費がピークに達している。人生で一番家計が苦しい時期かもしれません。かつて頭金を出してもらった出前、子供は親を見捨てるわけにはいきません。自分たちの生活を切り詰め、無理をして親の生活費や介護費を捻出する。結果として、子供自身の家計が火の車になり、夫婦関係までギスギスしてしまう。親は子供の負担になりたくないと大金を出したはずなのに、将来、子供に迷惑をかける形になってしまう。これが、親の善意が引き起こす共倒るのメカニズムです。では、この悲劇を回避しつつ、可愛い子供の門でお祝うためには、
親はどう行動すればいいのでしょうか。ここでいよいよ4つ目のポイント。私がご提案する誰も傷つかない大人の援助の形をお話しします。まず、一番大切な大前提のルールをお伝えします。それは、親自身の老後資金の死守を何よりも最優先するということです。親が経済的に自立し続け、自分の老後を自分のお金だけで完結させること。将来、子供に1円もたからず、介護費用の負担もかけないこと。これこそが、長い目で見れば、親から声を送る最高のプレゼントになります。その上で、もし援助をするのであれば、自分の手元の現金を大きく減らさない範囲に留めることが鉄則です。例えば、現金で300万円を渡すのではなく、新生活に必要な家電を一つ送る。引っ越し費用の一部だけを出す。結婚式のご祝儀を少し厚めにする。このように、親の家計を壊さない範囲で祝意を形にする方法はいくらでもあります。これなら、親の家計の根幹を揺るがすことなく、十分にお祝いの気持ちを伝えられます。また、援助をする前に、私たちが病気になった時の備えは足りているか、家の修繕費を出しても、なお現金は十分残るか、今このお金を渡しても、将来子供に頼らずに済むか、この3つを、夫婦で必ず確認してから判断することが重要です。そして3つ目の選択肢として、今は渡さず、将来の遺産として残すという考え方です。今、数百万の現金を渡すのではなく、親がそのお金をしっかり手元で管理し、万が一の際の自分たちの防波堤として機能させる。そして親が寿命を全うし、いよいよお金が必要なくなった時、残った資金を正当な相続として子供に引き継ぐのです。もちろん、住宅取得等資金の贈与については、一定の要件を満たせば、税制上有利になる制度もあります。しかし、制度が使えるからといって、手元の現金を失って生活が苦しくなっては本末転倒です。今すぐ現金を渡すことだけが、親の愛情表現ではありません。時間と制度を味方につけ、家族全体で長期的な安心を勝ち取る。これも、非常に合理的な親心の一つの形と言えるでしょう。それでは、今日の非常に重要なお話をまとめます。あなたが老後破綻の航路を避けるために、覚えて帰っていただきたいポイントは、以下の4つです。1つ目、子供への大金の援助は、親の手元の現金を急減させ、将来の医療や介護への備えを失わせる危険な行為であること。2つ目、自分が苦労したから、相手の家も出しているから、という感情や世間体で、無理をして老後資金を削るべきではないこと。3つ目、親が手元の現金を失えば、将来子供に生活費や介護費を頼ることになり、結果的に親子とも苦しくなる共倒れのリスクがあること。4つ目、真の愛情とは、親が最後まで自立し続けること。援助は生活に影響のない少額にとどめるか、将来の相続として残すのが賢明であること。いかがだったでしょうか。50代からの人生の後悔において、子供の家計と自分たちの老後資金を完全に切り離すことは、決して冷たいことでも、親の責任放棄でもありません。むしろ、お祝いムードや世間の常識に流されず、自分たちの資産をしっかり守りの冷静な判断こそが、結果的に愛する子供の家計を守る最強の盾になります。せっかくだから、たくさん出してやりたい。その優しい気持ちは、痛いほどわかります。しかし、どうか一度立ち止まって、ご自身の今後のライフプランと照らし合わせ、冷静な視点で、ご夫婦で話し合ってみてください。その冷静な判断が、10年後、20年後、あなたの家族全員の笑顔を守るはずです。今日のお話を聞いて、頭金は出さず、家電を一つプレゼントすることにします。自分たちの老後資金を優先することの重要性が分かりました。お祝い事だからと、感情に流されるのはやめます。そう思えた方は、ぜひコメント欄で、皆さんのご決断や、子供への援助に関するリアルな体験談を教えてください。皆さんの声が
同じように悩む親御さんたちの大きな参考になり、私の動画作りの一番の力になります。そしてこの動画が、皆さんのこれからの資産防衛や家族の幸せを守る一つの重要な羅針盤になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が私がこの公開を続けるための原動力です。決して焦らず、一時的な感情に流されず、自分の航路を信じて、あなたの大切な資産と家族の未来を守り抜いていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。